正直片織の親さんはめちゃくちゃ厳しかったんですけど、なんか若さゆえのなんかあるじゃないですか、根拠ない自信じゃないですか。なんかこの人が次ったら絶対大丈夫だってなんかある、僕には見えたんですよ、その輝くものが。福岡帰ってきて菊内のやり方働かせてた時も断られたんですけど、でもやっぱり諦めきれなかったっていう、なんか自分にはしか見えないなんか光るもの、なんかこの人のもとで働きたいというものが、僕自身はそんな技術もね何もないですけど、やっぱ自分の死がすごいんで、やっぱりそれには恵まれたなと本当に。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもう2日間煮出しします。煮出ししてで60度ぐらいキープして、それを2日間ずっとやり続けます。だから昆布に水を入れてから2日後にやっとお客さんに提供できるみたいな感じですね。その2日で何が起きるんですか？昆布の旨味も全部引き出します。これはここです。でこれがもう色見たら分かると思うんですけど、これが利尻昆布なんですよ。ちょっと茶色い。茶色ですね。利尻昆布大体僕は8割で、麦芽2割ぐらいのケースで、わあ、でも相当たくさん入ってますね、昆布。相当入ってます。うわ、これは贅沢だわ。どこのカツオなんですか？これ鹿児島の枕崎の。枕崎、はい、有名ですよね。鰹節にも、そのオスかメスかで違いあるんですか？やっぱ油感とか女性の方がやっぱりちょっとふくよかというか、あとの腹の部分を僕が使ってるんですよね。腹の部分ですね。のが油感があるんですよね。血合いも綺麗に取ってるので、今度血合いがあったんですけど、綺麗に取って、例えば皆さんが口で作ってもらって、それを譲ってもらって、で自分を取引させてもらえるようになったんで、入れる時はそのカツオしっかり沈ませるので、ちょっと気持ち熱さを出してます。ここの段階でこの厚さでしっかり沈ませてあげるっていう、ゆっくりこしますね。やっぱ濁りの原因になるんで。うわ、香りがすごい。ここに醤油とか塩とか基本足さないですか？足さないです。わー、一品目なんで濃すぎてもダメですし、ね、薄すぎても最初にこれを飲んでもらって胃をちょっと和らげてもらって、じゃあ今から始まるんだよっていう。削りたての一番だしでお味をつけました九州地物の白甘鯛のお椀でございます。キスとかカスゴとかの仕込みの時はあえてちょっと昆布だしに漬け込むんですよね。魚の仕込みに対してももう全部だしが基本となってきます。何もかもこのだしが基本になります。なるほど。だからこれを失ったらもううちはもう営業できないぐらいこれが要になってきます。2024年11月にオープンした福岡注目の新店、大将の船越氏は日本料理の最高峰とも言われる石川県の片織、福岡県を代表する寿司店菊寿司で修行を重ねたサラブレッド。そのキャリアを生かし展開されるおまかせは、出汁を全ての起点に位置づけ、引き算の美学を感じる料理と赤ずシャリのパンチを感じる握りを組み合わせる祖父の家屋を改築したゆったりとしたカウンターでくつろぎながらの食体験は、今後さらに多くの国内外の美食家たちに注目されていくだろう。削りたての一番だしでお味をつけました
九州地元の白甘鯛のお椀でございます。このお出汁はもう塩も醤油もなし。甘鯛、魚から出るもう塩味だけですね。はい。ちょっとまた油がはい。入って美味しいです。ちなみに場所はなんでここなんですか？これもともとおじいちゃんの家だったんですよね。あ、そうなんですで、か。築70年ぐらいでもう壊そうっていう話が出てて、壊すのもったいないなってなって壊すぐらいのとこであるっていう。で、父が設計してくれたんですよ。お父さんはそういう仕事なんですか？昔そういう仕事してたんだけどもう結構年なんでもう年金でゆっくり暮らしてたんですけど、僕がここでやるって言ったら父がじゃあ人肌脱ぐわってこの地域って店舗兼住宅じゃないとダメっていう決まりと、あとは店舗は15坪までっていう決まりがあるんですよ。だから駐車場を広く取って店舗は15坪で個人までそういうお店にしたって感じですね。こちらも九州地物で上がりましたクエとヤイトガツオでございます。クエは1切れ目は手前のお塩で、2切れ目は奥のチリ酢がありますので、チリ酢で召し上がってください。カツオは海苔のおひたしを添えてますので、こちらをつけてお醤油とチリ酢で召し上がってください。しっとりもちもち系。はい。まあ、火を当ててこうシャカシャカする。そうです。あと香りを出すんですよね、やっぱり。はい。この一手間でやっぱり、ね、お客さんに伝わるのが全然違うんで。はい。やっぱ板前さんによって好みが違うんで、ここは僕たちは板前さんの目となって、板前さんの好みのマグロをお届けするっていう、そういう仕事だと思います。この番組は魚のことなら北に水産株式会社北に水産の提供でお送りします。九州の宮崎で取れました国産のごまを使った、炭火ほうれん草のおひたしでございます。国産のごまが少なくて九州の宮崎醤油が決めますので、とても香りの強いごまとなっています。ほうれん草はもう来るまで取れました完全に無農薬のほうれん草を炭で香りをつけておひたしにしております。なんかすごい力強いというか味が濃いですね。九州で揚がりましたカマスとマコモダケでございます。美味しい、しっとりもしてるし。一応9月もあったんですよ、カマスは。でもなかなか納得するぐらいいい脂のやつがなかったので、ようやく使えるぐらいの、はい、天ぷらうまい。皮目だけを炭でガッと一気に焼き上げるので、中ふっくら仕上がって表面だけちょっとパリパリになるんですけど、結構短時間で近火で炭でもう強火で仕上げます。はい。船越さんは魚の仕入れはこっちの市場ですか？もちろんもう全部こっちです。全部こっち。もう東京とかは最初使おうと思ったんですけど、全部こっちです。でいうといくつかの市場があるんですか？この長浜市場と柳橋市場が神戸にあるんですけど、どちらもその2つから仕入れる。仕入れてますね。基本的に船越さんが使っているこの食材はほぼほぼ地物。地物です。九州福岡九州です。九州の地物。はい。福岡で採れました天草で作ったところてんでございます。お出汁も飲みやすくしてますので、お出汁も一緒に召し上がってください。もうつきたてのところてんなので、多分喉越しがいいと思いますので、はい、ところてん。美味しい。プリップリ。じゃあ最後おこげもおつまみに出すので、きれいに最後こんだけ残してきれいに、でこれを今から
弱火で火かけるんですよね。羽釜ですね。羽釜になります。はい。おこげきれいに作るには羽釜じゃないとできないんですよ。土鍋、ここから30分ぐらい火かけるんで。うちのシャリ酢は、米酢と赤酢をブレンドしてます。お酢はどちらのお酢ですか？福岡の小分子っていうところなんですけど、おもう赤酢も米酢も福岡の小分子です。そこに塩砂糖ですか？塩砂糖です。はい。でももう砂糖ほとんど入れてないです。もう塩ベースで。営業前にシャリを切ると、いよいよ営業もうほぼ近づいてくるタイミングじゃないですか。はい。いつもどんな気分でシャリを切ってますか？いやもう美味しくないですよね。やっぱ炊く時もやっぱり火かける直前にやっぱり美味しくなれ。まあやっぱ言いますよ。おまじないとして。はい。今仕上げおこげとあん肝でございます。別々に召し上がってもいいですし、ちょっとおこげをあん肝つけても美味しいので、お好みで召し上がってください。あん肝美味しいな。厚みがある超高級せんべい。あん肝の中に何か入ってるんですか？生入ってないです。こしてるだけ。裏ごしの、ちょっとだしでしっかり入ってからなんで、だしは基本です。だしがね、すべての。はないるほど。うわー。中には地物の天然の車エビのお風呂が入ってますので、こちらちょっと熱いのでスプーンの方で召し上がってください。福岡の明の浜のはい。シャリがしっかり主張があって、粒感がすごいありますね。分厚っ。本当にいいですうね。まっ。油あるわ。うまい。九州の上五島の島味です。うまい。僕はやっつるっぱりとしっとり。夏の島味とはちょっと油感が違うんですよね。夏の島味っていうか、しかもギットギトぐらい。バターっぽい感じ。まだこっちはちょっとさっぱりって言い方おかしかったけど、どっちかで、はい。美味しいです。九州、大分の本ミル貝。大分には本ミル貝があるんですよね。この本ミル貝の九州は大分だけですね。食感ありますけど、ちょっとソフトっすね。うまい。油あるけど、でもそんな重たくないな。これ腹っすか背ですか？これ腹です。腹が。はい。親方のとことは全然違う感じで。なんなら言うたら180度違うかもしれないですけど、自分はこれがいいなって思ってやった方がなんか自分の最後も伝わりやすいというか。蛇腹うまい。九州はイカがうまい。味噌が強いというよりは、だしの方が強い味噌汁ですね。いい出汁が取れたら正直調味料いらないですよ、言うたらちょっとですもんっていう。船越さんはもともと何歳でお店出したいとか、そういうビジョンがあって今出現されてるんですか？30歳出したかったですね。
19の時に修行入って30までは絶対独立してやると思うんですけど、やっぱりね、修行先って入るやめるのが難しいじゃないですか。辞める時のやっぱり親方との兼ね合いも難しいですけど、それで、ね、2年遅れたわけですから。料理人で円満に辞める人なんて本当にもう2割ぐらいいたらいい方ぐらいの感じで、もうで親方にも宣伝はするなって言われても、お客さん紹介したいよ。最初お客さん入らんでもいいから自分でなんか宣伝するのをやめてみたらなって、本当にそれは本当にありがたかったです。本当に円満で辞めたことが。しっかりかませるタイプ。美味しい。口どけがすごい。大将の握りは食べましたか？はい、いただきました。どういう味ですか？口の中で噛んで広がっていく感じと、ちょっとシャリが残って、それをなんで残るんですかって聞いたら、お酒のつまみになるって言ってて、それ計算されててすごいな。最後口の2、3つずつシャリが残るんで、それをつまみにね、楽しんでもらいたいっていう。対馬の穴子です。爪は穴子の爪。これはもう菊石の親方の先代の頃からのやつを株分けしてもらったんで、だからもう40年ぐらい歴史があるんですよね。だから僕はそれを卒業しても辞めるときに菊石の先代がこの3つ目と株分けしてくれて、やっぱある種認められた証というか公認の証ってことですね。だと嬉しいですけどね。九州のごまを使ったかんぴょう巻きですね。うまっ。全イカマニアが喜ぶクリエイティブなイカゲソ。これはさっき出た昆布だし、水分感がしっかりとあると思います。でも昆布のこのぬめりというか、それもありますよ。一応水分を含ませてる感じですね。マダイの方、地代の方。昆布がすごい乗ってる。皮目と身のコントラスト。昆布のお出汁の中にちょっと塩を入れますね。あ、なるほどなるほど。だから塩水の昆布だしバージョンです。どれぐらいやってるんですか、このカツオって？ 30分ぐらいつけると思います。結構しっかり。だからもう揚げた時は本当ぬめりがつくぐらい。うわ、うまっ。これはだるまですね。うわ、分厚っ。船越さんに行きたいってなった場合は、予約制のお店だと思うんですが、予約はどうやったら取ればいいですか？今電話だけです。お電話のみ。はい。昼も夜もやってるんですか？昼も夜もやってます。曜日関係なく？いや、今は水曜日、金曜日、土曜日でお昼やってますね。で、日曜日が定休日になるんですよね。船越さん今お任せはおいくらでやってらっしゃるんですか？税込み22000円ですね。で、大体おつまみと握りはもう7品から8品で、握りも11貫から12貫です。菊寿司慣れてるさ、本当びっくりします。えっていうぐらい。菊寿司はこんな赤酢感そんな強くないですもんね。ちょっと柔らかいんですよね。そうですね。柔らかくちょっと粘り気が多いというか。なんか甘くない。確かにだしが入ってる。改めて船越さん、今日は楽しく美味しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。
改めて、はい船越さんのはいこだわってるところとか、はい大切にされてるところってどんなところですか？こだわってるのはやっぱりもうお出汁ですね。寿司屋さんですけども、出汁をベースに全てが料理が成り立つので、出汁だけにはしっかりこだわってます。あとはもう居心地ですよね。もううちはもう回転もしないので、靴も脱いでもらうので、ゆっくりと時間を忘れて過ごしてもらって、もう居心地が、来てよかったなと思ってもらえるので、でも振り返ると、今日本当にいろいろ追加も含めて本当お腹いっぱい食べさせてもらったんですけど、やっぱおっしゃる通り、お出汁がキーワードっていうのは、なんかすごく感じましたね。なんかやっぱり一番最初の甘鯛のお出汁から始まって、お味噌汁とか、あとそれぞれのこう、出汁を使った締め方とか、なんかあの辺がありそうでない。今日は本当朝からいろいろ見させていただいて、なんかまず久しぶりにねこうやって話せて、嬉しかったです。いやね、本当すごい素敵なお店出されて、ちょっとプライベートでまたぜひよろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。よろしくお願いします。